今回はマフラーを製作していきたいと思います。今まではここで2本重なってのアップだったんですけど、それを同じアップスイープのマフラーですけど、ちょっと形を変えてオーナーさんが行きたいっていうところで、アップスイープのマフラーをこのぐらいのタッチで製作していきたいと思います。もともとついてたマフラーも流用しながら、製作していきたいと思います。これがもともとついてたマフラーを切り離して、フロントの途中までは流用して作っていきたいと思います。ショベルの場合はシリンダーヘッドから1箇所フロント側止めると。そして道中でステーを止めていくわけですけど、今回はマフラーは流用できるとこは流用していきますけど、ステーは再利用はできないんで、その辺を考えてちょっとやっていきたいと思います。ここのブレーキのペダルのとこですね。ここにロッドがあるんですけど、マスターシリンダーを押すピストンのとこですね。これがマフラーに干渉するので、こういうとこはちょっとへこまして加工していきたいかなと思います。これを再度外して、ちょっと炙ってへこましていきたいと思います。この部分をへこましていきます。こんな感じで、これでピストンがかわせるかなと、ちょっと取り付けて確認したいと思います。まだ少し当たってるんで、もう一回同じ作業を繰り返していきます。
これで今かわすことができました。まずフロントから、ここまでできて、あとつなげて、だいたいアップスイープのイメージはオーナーさんと話し合ってできてるんで、仮でセットアップしていきたいと思います。マフラーの下側がフレームの下のパイプと平行になるように、持っていきたいと思います。とりあえずフロント側は一旦ここまでで、これがもともとついてた、リアのマフラー。これはもうこのフランジ部分を切り離しました。そして新たに取り付けて溶接して角度を変えていきたいと思います。もともとの、ついてたマフラーはだいたい角度的にはこのぐらいでついてたんで、これをちょっと落としていきます。そのために、フランジを切り離して角度を変えてます。下ラインのこの曲げの部分はだいたい角度すでに製作して合わせてたんで、リアとフロントのマフラー、ここが平行になるようにバランスを見ていきたいと思います。この辺のフロントのパイプの立ち上がりもどこにするかで全然違うんで、これももう実は事前にめっちゃ考えて、リアマフラーがこの辺からぐわっとこう上がるんで、フロント部分はもう後ろぐらいじゃなくて、この位置ぐらいから上げようかと。そしたらすごいバランスの取れたいい角度で上がってアップスイープしていくかなと思います。でこれをやっぱり上から見た時とか後ろから見た時にフロントとリアがちゃんと揃うように、こうバラバラにならないようにっていうのも考えて作っていきます。今からマフラーのエンド部分を製作していきたいと思います。少し時間を置いて、冷ましたので、これをマフラーエンドにしたいと思います。少しぐらいのラッパっていうかこうじゃなくて、ちょっと大きめにエンド部分を製作して、これが実際つくと、仮で一回つけていきます。切りっぱなしよりこうエンド部分に何かあるとやっぱり違うんで、いい感じになるかなと。リアのマフラーは、一旦このぐらいにして、で、フロント1回仮で製作していきます。上と同じ形のものを2本製作してますので、これをセットしていきたいと思います。
これでこう前からの流れ的にも、理想な形ができてるかなと思います。さっきも言ってたようにね、こういう前後フロントとリアのマフラーの並びはなるべく平行に前後違うようにならないようにとか、そういうとこ意識してエンド部分がやっぱこういうデザイン入るとまただいぶ変わってくるんでいい感じかなと。一回ここで仮でセットアップしてみました。横から見ると、こういう感じです。ここの間隔を平行に持ってきて、フロントとリアこのままアップスイープでエンドまで持ってくると。この辺のエンド部分どこで、終わらすか、それはオーナーさん来てオーナーさんと一緒に、考えながらもっと短くするかもしれんし、そういうのは打ち合わせしながらやっていきたいと思います。かなりいい感じでクールなマフラーじゃないかなと。このまま全体のバランスも考えてるんで、ガスタンクついても、かっこいいんじゃないかなと思います。Somebody loves, who is it profit after all?